では今回ね、小本。さあ三編土伝のうん1回目が自分の賢治枠っていうのを浄化するって話でしたよね。はい。で2回目が菩薩行としての悩みを克服するみたいな。うんで一番3個目の浄化が難しいんだと。うんこれは自分の無明を浄化させることだっていうね。元本の無明って言います。もともと持ってる、もともと備わってる無明なんて言えばいいんですかね。元本の無明の反対が元本の発祥と言われてるっていうね。保証。発祥、うん元本の発祥っていうのはもう何回も言われてる通りの自分の仏性のことですよね、仏界のことです。そして無明っていうのは自分を不幸にさせる原因というか、生命にみんな備わってるものであって、それは仏性もみんなあるけど無明もあるっていうね、発祥もあるけど無明もある。この無明を自覚することも大変ですが、これを乗り越えることがめちゃめちゃ大変なんだと。でしょうね。でしょうね。そしてこれを今から紐解いていくことで自分の無明を自覚できるかもしれない。自分の無明を自覚するところから克服は始まる、そのことについて先生講義してくれております。はい。いきます。元本の無明の克服こそ難事。須田デカルトもそうですね。彼は宇宙論を表しながら内容がコペルニクスの地動説に論求していたためにガリレオの二の舞になることを避け、以降公にしなかった。池田、それが普通です。誰だって自分の命が惜しい。しかし法華経はこの大法を教えないと人類が根本的に闇になってしまう。だから日蓮大聖人は決断された。我が身を惜しまないのが法華経の行者なのです。しかしこれだけではまだ十分に六難の難事たるゆえんを説明したことにはならない。なぜなら法華経以外の経説でも難はあるからです。そこで先ほど言った元本の無明との対決ということが焦点になってくる。法華経以外でも人に進めようとしたら何かしらの難は来るよねっていう話ですよね。法華経とは生命変革の法であり、先日めれば元本の無明を克服するための大法です。元本の無明とは生命にもともと備わる根本的な迷いです。根本的な迷い、これを克服するための法なので、他の法華経以外のことを進める時の難とは天地雲泥の差の難が来るっていうか、自分自身との対決になってくるというかね。なるほど。対処療法じゃなくて根本治療ですな。そうだからこそ、根本治療の方が大変じゃない。大変でしょうね。体質改善から始まるようなもんですわね。だから大掃除みたいなもんで、普通の掃除だったらそんなに汚れないけれども、大掃除って一回めちゃくちゃ汚れるやん、っていうことを経ないといけないんで、それは大変よね。重労働確定でございます。それを踏まえた上でですよ。はい、いきます。これにはいろいろな観点があるが、大聖人は元本の無明は第六天の魔王と現れたりと仰せです。また兄弟章にも第六天の魔王が知者の身に入って善人をたぼらかすなり、たとえ当学の菩薩なれども元本の無明と申す大薬器身に入って法華経と申す明覚の功徳を支え候なり、以下に言わんやその異下の人々においておやと言われている。斉藤、当覚といえば明覚、すなわち仏の悟りと等しい悟りを得たとされる最高位の菩薩です。その当覚の菩薩でさえ元本の無明を克服できないと言い換えれば、元本の無明を克服したかどうかが成仏のポイントになるわけです。ということで今のさっきの5問の内容は、第6天の魔王がその知者の身の中に入って善人をたぼらかすんだと。たとえ当覚の菩薩なれどもっていう、仏の悟りに等しい悟りを得たとされる当覚の菩薩であっても元本と無明と申す大薬器が自分の中に入って、その法華経と申す明覚の功徳、法華経で得た明覚の功徳というか、を障害してくるっていうかなっていうのは、邪魔してくる。いかに言わんやその異下の人々においてよや、当覚の菩薩であってもそうなのに、それ以下の人というか境外的にね、以下の人においておや、それはもう大変だよねって話ですよ。当覚の菩薩でも大変なんだから、元本の無明との対決が、っていうのが書かれている。じゃあ、遠藤、どちらの5問も元本の無明が第六天の魔王と現れて法華経の行者の障害となるという意味ですね。
第6点とは3階のうち4階の第6番目の点、すなわち竹自在点です。他を自在に動かして喜ぶ点とでも言いましょうか。いわゆる権力の魔性と考えられます。池田、竹自在点とはこうも考えられないだろうか。自分以外の全てを自分の手段として利用しようという生命の根本的傾向性と。これは生命が生きていこうとする限り、ある意味で自然な欲求と言えます。反対に自分を周囲のために捧げようとすることは極めて難しい。慈悲、人間愛、奉仕、これらは素晴らしいことであるが、実践は極めて困難です。宇宙と自分は一体不二である。そう頭では分かっても、生命の根底では分からない。これが元本の無明とも言える。この無明のために、宇宙を自分のために奉仕させ手段にしようとする。それが竹自在点であり、第6点の魔王であり、権力の魔性です。法華経では自己即宇宙と説く。その具体的実践は慈悲であり、相手を宝刀として尊敬し、礼拝し、難に耐えながら自他不二で幸福になっていくことです。その実践には必ず自身の元本の無明との戦いがある。そして他の人々の元本の無明をも刺激し、撃発するゆえに難があるのです。権力の魔性とは、権力者だけにあるのではない。知者の身に入ってと仰せのように、世間から尊敬されている精神的指導者が権力の魔性を振るう場合もある。斎藤戦勝増上マンですね。池田、大難は大抵この両者、悪の権力者と悪の精神的指導者の2つが結託して起こるのです。これは過去も現在も未来も同じです。遠藤、そう見てきますと、三辺土伝でシャバ即弱行とするために、最後に無明悪と戦わなければならなかった。そのことときちっと一致してきます。斎藤、天台の説いた三小島も、本来は自身の内観を進めていく過程で生命の真相から出てくる小魔のことですね。一年三千、すなわち自身の一年が宇宙と一体であることを体得するためには、それら内なる7つの小魔、三小島と戦わなければならない。それが大聖人の仏法では、主に妙法を行ずる過程で外から襲いかかってくる小魔というようにダイナミックな捉え方になっています。須田、元本の無明との戦い、権力の魔性との戦いに勝つことが法華経を保つということであるならば、確かにこれは汝です。池田、そう、悔いの物理的事例も教理的事例もこれに比べれば汝ではない。遠藤、物理的事例は不可能に見えますが、あくまで外面的なことです。事実、科学技術の発達がその一部は可能にしつつあるかもしれません。枯れ木背負っても、火の中に背負っても宇宙服着て、宇宙服の防具の中に入れていけば火の中に入れても燃えないよねとかね。なるほど。池田、ともかくポイントは外面世界を動かすよりも内面世界を変える方が難しいということです。このことを六難悔いは教えているとも言える。須田、また悔いの教理的事例も法華経以外の経典では元本の無明を克服しないゆえに優しいのですね。池田、ただ注意しなければならないのは、法華経は無明発生一体と説くことです。詳しくは別の機会に論じることにしたい。自分の生命の中の無明を捨てればいいとかいうことじゃないというね。無明発生一体、深い話でございますが、おいおいということで、魔王にも体の魔王と有働きの魔王があると大聖人は言われている。体の魔王とは無明発生一体としての本能の魔王です。有の魔王とはそこから派生する働きとしての第6点の魔王です。無明発生一体ですから、最後は魔王さえも仏法を守るのです。法華経に魔および魔民でも皆仏法を守るとあるのはこのことです。ご本尊に第6点の魔王って書かれているという、そうですよね。ただ今回はこの有の魔王を中心に学んでいるわけです。
これは仏法の本質に行こうとしてますね。これは元本の無明との戦いですからね。そうですね。負けたらあかんと。負けたらあかんですよいわば自分の賢治枠とか、菩薩行での悩みとかっていうのは、ある意味仏法を信仰した創価学会だったらみんな少し真面目に信心すれば体感できるところだと思うけども、元本の無明っていうもの、これと戦うっていうのはなんだろうね、自分の中のタブーと戦うというか、タブーね、こういうことだけは言われたくないとか、なんかあったりするでしょ、そういう、プライドみたいなとか、カチンとくるポイント、そこのポイントとか、なんかそういうとこと向き合っていくっていうね、自分が向き合うっていうことは相手にもそういうところが分かるだけに、相手にもそういうような刺激したりとかねしないといけないこともあったりする、相手もカチンとくるみたいな、もうただのカチンじゃないですからね。権力者を通じてこの人を捉えようとかいうぐらいの恨みまで行くぐらいの世界ですから、なるほど。触られたくないポイントね。触られたくないポイントとか、ただ本当に日本の国民のことを思うとか、世界の民衆のことの幸せのことを思うとかいうことだったら、権力者に対してアプローチしないといけないっていう時が絶対に来るっていうね、絶対に目はそらせられなくて、そこの部分とはで、そこの権力者が絶対に触れられたくない場所とかもあったりするわけでしょ、それもあるでしょうね。それをでも根本的にそこと向き合ってもらわないと、権力者が根本的に国民が苦しんでしまうというか、血を流してしまうというかね、なんかそういうところにアプローチしないと根本には変わらないと思って、大商人は絶対に何が起こると思いながらも、当時の最も権力のあった人にアプローチされたわけですよ。それも自費だけどね。すごいよね、あれね。だからこそ乱は起きるよね。死にかけちゃう。これが言う勇気というか、今のところ自分にはまだそこのところと向き合う場面じゃないっていうか、勇気もないっていう段階だけど、そう言わざるを得ない時が来るっていう時が来るんじゃないのかなと。その時、それを乗り越えた時、元本の無明と向き合うタイミングだし、乗り越えられるタイミングかもしれないっつってね、思ったりするんですが、そんだけだからヘビーなんですよ、元本の無明と戦うっつうのは。ってことですよね。自分の深層心理の弱いところというか、自分でも気づいてないところであるんかもしれないですよね。そこにまず気づいて、さらにそれを克服して、難解ですな。大変でございます、コツコツやっていくしかないですよ。目の前のまた戦っていくしかないんですけどね。そうですね。最終的には元本の無明、自分の元本の無明を対峙するっていう、対峙っていうか変換させて浄化させる、そんな内容でございます。これはまた深い内容ですな。厳しい。そして幽の魔王って言われてましたが、現実に現れてる働きとしての第6点の魔王っていうのはどういうことかっていうことをね、次から話すってことですよ。そうですね。縁ってやつになるんですか。ちょっと違う。現実にどう現れてるか、その第6点の魔王。生命的な意味での魔王っていうのは、対の魔王というか、いうことなんで、現実の行動としてどう出てるのか、働きとして次回でございます。わかりました。お疲れ。おつもと。